今回はですね、せっかくなんでちょっと海外の外国人がね、この中国新幹線に乗りたい場合はどうするかっていうのを撮ってみたいと思います。はい、皆さんこんにちは。空が大好き空ネオでございます。はい、今ね、私は中国の山西省の大都市にいるんですけども、はい、僕の前回撮った動画、中国新幹線のグランクラス乗ってみたという動画なんですけども、すごい好評いただいてありがとうございます。中国の人たちが乗る方法で前回は電車に乗ったんですけども、今回はですね、せっかくなんでちょっと海外の外国人がね、この中国新幹線に乗りたい場合はどうするかっていうのを撮ってみたいと思います。はい、ではちょっと簡単に説明しますと、中国のね新幹線とか飛行機というのはもう全部実名制ですね。いわゆる自分の名前とか ID 番号を登録して、乗る必要があります。これはね外国人も含めて、全員する必要がありまして、で中国の方はねこれ皆さん1枚こうマイナンバーが持っているので、このマイナンバーをね入れればもう自動的にこの中にチケット情報が入って、これピースするだけでねチケットとか交換いらずに乗れます。ただね外国の人は基本的にこれはないので、どうするかというとここでパスポートを使うんですけども、はい、ではこのパスポートの乗り方をね今回紹介したいと思います。はい、で大まかな流れを話しますと、乗る前にまずやることはね、自分がどの電車に乗るかを調べる必要があるんですけども、僕はねいつもこの ctrip.com というアプリを使ってます。これはねアプリストアからダウンロードできるんですけども、ただねこれ中国語だとちょっと使いづらいというのもあるので、一応ね海外の人がね使う方法としてはサイトがありまして、これはね中国の鉄道公式ホームページなんですけども、 12306.cn、 これね一応ね英語にできるんですよ。今英語にしてますけど、この英語で一応どの列車とかを調べることができます。はい、今回はね僕はこのアプリでやりたいと思います。はい、でこのアプリですね、まず行きたい列車というのを調べます。で注意しなきゃいけないのは、どの列車にもねこの列車ナンバーがありまして、だいたい列車ナンバーというのはアルファベットプラス、数字なんですけども、この最初のアルファベットがね D と G がつくもの、この2つがね新幹線となります。それ以外はね新幹線じゃなくて、特急列車のような電車になるので、新幹線に乗りたい場合は D もしくは K から始まるこの列車を取る必要があります。で今回はねこの5時48分発のこの電車を買いたいと思います。はい、ただね普通だったら僕だったらねもうこのアプリからちゃちゃっと買って、もうこのマイナンバーでねスキャンして入るんですけども、今回はねパスポートで入る方法をやりたいと思います。基本的にそのアプリで買うにはですね WeChatPay とか Alipay が必要でして、多分ねほとんどの外国人はもっとないと思うんで、現金で今回は買ってみようかなと思います。現金で買う方法はですね、このパスポートを持って駅の中に入ります。駅の中でチケットを買います。では入ります。はい、チケットカウンター奥なんですけども、駅に入るにはまず荷物検査が必要です。はい、荷物検査終わりまして、続いてチケットを買うんですけども、はい、チケット売ればですね、でパスポートなんで並ぶ必要があります。この自動のこのチケットの機械で買えないんですよね。並ぶ必要があります。というのでこれって意外とね窓口少ないんですよね。というので結構ね普通のID ナンバーを持ってればねだいたい20分前とか来ればいいんですけども、もうここでチケット買う場合はね本当に1時間前とか来た方がいいと思います。じゃあ並べます。然后我要到那个5:48去太原拿，买一张，对，一等座就可以。身份证，对，买一张一等。您之前在买过票没用这个？没有，没用这个买过。没有。那您用什么支付呀？支付微信。付吧。给您再见。这个是票。您直接拿护照进就行了。谢谢。再见。はい、
ではね、チケットを買いましたら、次は駅にホームに入りたいんですけども、はい、改札はね2つありまして、これ1個目の改札です。でこれが自動ゲートと人工ゲート。今回ねパスポートなんでこっちは行けないんで、こっちに行きたいと思います。はい、では通りました。はい、上にねどの待合、どのゲートが書いてあるんで、これを確認しに行きます。今回は 3A なので多分3番あたりに行きたいと思います。はい、そこから入って荷物検査してチケットを買って、ここに入ってエレベーター乗ると。まあね、大体どの駅も作りは同じなんで、僕の動画を全然参考にすれば。で大体ね、上がねお店とかレストランとかがあります。今回は 3A なんで、はい、この 3A ですね。ここから後で乗ります。はい、これですね、9247の、5時48分発と、この電車ですね。はい、ただねまだ1時間ぐらいあるんで、ちょっとねこの待合ロビーで待ちたいと思います。だいたいね15分前ぐらいからホームに入れます。3分前とか、だいたい3分から5分前に搭乗終了ですね。でこの、チケットなんですけども、一応ね日時変更もできます。ただね、日時変更は普通の中国の人であれば ID ナンバーを持っていればアプリでできるんですけども、パスポートで買ってしまうとまた窓口に並んでもう一回、日時変更する必要があります。日時変更はね1回までが無料だったと思います。はい、もう今ね搭乗開始なんですけども、ちょっとね注意が必要なのは、列はね適当に並ぶんじゃいけないんですよね。マイナンバーを持ってればどの列でも行けるんですけども、大体ねどの列にもね機械でスキャンするところと、あとは最後ね大体ねサイドになるんですけども、スタッフの方が一個一個見てやるというところがあります。パスポートの人はねこの人がいるところを並ぶ必要があります。なので今回はこの一番サイドのこの右のところをね、ここから並べたいと思います。すぐここにナンバープレートがあるんですけども、これを、ね、見ると一番下に、今は5号車ですと6から8号車は前に進んでください、14号車を後ろに進んでくださいと書いてあるので、今回8号車ですのでこのまま前に進みます。はい、ちなみにね今回ダートンというところはね、運行石窟というところが、すごい有名な観光地ですね。没戴头盔，要么就逆行。はい、入りました。荷物はね一応ここにはちょっと置くスペースがあって、はい、ここにありますね。今回は 7D です。一応ね一等車なんですけども、席がねめっちゃ直角なんで倒しましょう、がっつり。はい、ではこんな感じでまた後で。はい、もちろんですね中はエアコンが効いていて涼しいです。大同旅游，欢迎乘坐动车组列车。女士们、先生们，欢迎您乘坐太原客运段担当的动车组列车。Ladies and gentlemen, welcome aboard CRH train. はい、基本的にね、基本とかこの新幹線の中はね、禁煙ですね。で、これはね、一等車なんですけども、22ですね。で、その下はね、二等車はね、23となりますっていうので、二等車はもうちょっとね、
椅子が狭くなります。でそのね2等車1等車の上がグランクラス。グランクラスはねまた僕の動画を見ていただければ分かります。はい、ではね体験まで2時間ぐらいあるんで待ちましょう。はい、到着しました。ちなみにね、もう出るときはもう人の流れに沿ってに出れます。はい、ここもですね、自動改札がたくさんあるんですけども、人のところを通りましょう。パスポートの場合は。はい、ということで出れました。はい、もうこれがね到着ロビーですね。乗る駅によって違うんですけども、体験はこんな感じです。結構ね中国新幹線のいいところなんですけども、やっぱり飛行機と比べてね安いのが一番ですね。あとね中国の飛行機って結構ね遅延とかがあるんですけども、新幹線はねほぼ確実に出発し着きます。あと荷物制限がないというところですね。はい、ではね今回こんな感じで動画を終わりたいと思います。ぜひね高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイ。